女性が30歳になったら思考的必要な話がありましたが、おかしいように聞こえてしまいました。少子化についてはサッカーと思ってますが、男性はそんなに女性意識しないんですよ。まず、男性じゃないです。百田さんです。百田さんがそれを言ったからといって、男性がそう思ってるという枠を広げるのはやめてください。百田さんっていう一人の日本人が言ったのと、男性っていう35億人が言ったかのようにするのを一緒にしないでください。まず、子供を増やしたいのであれば、子宮は必要です。今時は割と40歳とかでも普通に子供が生まれるので、なので子宮を取らないで高齢出産させた方がいいよねっていう、至極当たり前の話になるので、主語でかすぎ。主語大きくするのやめましょう。はい、すいません。俺は何も言ってねえぞってね。いやだからね、百田さんってね、悪気ないんすよ。ちょっとね、面白いことを言わなきゃいけないっていうので、なんか奇抜な尖ったことを言ってしまうっていう、お笑いの下手な人の笑いノリなんですよ。多分そのね、だから、なんかね、無理してね、面白い尖ったことを言おうとしちゃってて、本音で言ってるわけではないと思うんですよね。だからすごくね、僕、百田さんはね、嫌いじゃないんですよ。むしろ面白い親父だと思って好きなんですけど、でもね、すぐ切れるんですよ。おかしなことを見るのもそうだし、壇上で何か言われた時に、選挙カーのこう車の上で言われた時に、なんか降りてって、なんか言ってる人に対して殴りに行こうとしてて、スタッフが止めるみたいなのがあって、百田さんやってんなって思うんですけど、感情的になって言っちゃいけないことも言っちゃうし、すぐ切れるし、ただ人間性ってそれなんですよ。人間ってそんなもんだよねっていう。でね、悪気もないんですよ。多分本当に日本を良くしたいと思って頑張ってるんですよ。でも、尖ったこと言っちゃうし、やらかしちゃうっていうので、だからなんか見ててこのおっちゃんおもろいなーっていうね。そう、テストステロン高いよね。髪の毛なくなるぐらい。はい。常識人ではない。だから僕はね、すごくね、日本保守党結構伸びるんじゃないかっていうのを昔僕できた時に知ったと思うんですよ。アベマとかでも政治家の人とかに話するときに、日本保守党どうなると思いますかって言ったんですけど、で、僕結構伸びると思ってたんですよ。先進国、僕が見る限り、大体極右伸びてるんですよ。イタリアが極右が政権取ったとか、アメリカ、フランスでも大統領選でルペンさんがマクロンさんと一騎打ちになったりとか、トランプ大統領も基本極右的なことを言うじゃないですか。イスラム宗教の人をアメリカに入国させないとかっていうのは本当にやっちゃったんですけど、っていうのもあって、なので基本的には極右というのは伸び続けるよねというのがあって、で、今のところ日本って分かりやすい極右の政党がいなかったんですよ。やりすぎちゃう、京都で幼稚園に文句言って賠償金の命令を受けたようなおかしな人とかいるんですけど、政治家としてある程度常識をわきまえた上で極右的な主張をするという政党がなかったんですよ。で、そこの枠を自民党が抑えてたんですけど、自民党の中でも結構右すぎる人っていうのもいて、そうすると自民党の中では微妙なポジションっていうのがあって、なので自民党の中の右すぎる人とか、日本中の中の右的な極右的な思想の人というのを集める政党というのは、多分バランスの問題できるだろうと思ったんですよ。で、日本保守党で百田さんっていうので、これは結構伸びんのかなと思ってたら、オウンゴールすごいんですよ。いやいや、なんか、いけると思ってたら、オウンゴールをバンバン入れてくるから。いやいや、普通にまともにやってれば、なんか、もうちょっとうまくいける可能性あるのにっていう。高市早苗さんが石破さんとめちゃくちゃ仲が悪くて、高市さんはまあ、自民党という肩書きがないとうまくいかない人なので、多分自民党には居続けると思うんですけど、そうは言っても自民党の中で右系の人が、もう石破の下ではやってられねえよっていうので、日本保守党と合流するという可能性が僕はあるんじゃないかと思ってたんですけど、でも高市さんが来るんだったら雑巾掛けからやみたいなこと言って、自民党から降りてくる人が入りづらくしちゃったんですよ。便所掃除からか。自民党から合流する人がいたらいいポジションにしますよ。だから自民党の政治家の方、日本保守党に来ませんかっていうので、議員を増やすっていう選択肢もあったんですよ。でも、それをやらないで普通にオウンゴールをして自民党から合流人が来ないようにするっていう。何やってんのと思うんですけど、とはいえ思想としては世界のトレンドではあるので、日本保守党的なところの人は増えるんじゃないかなと思ってるんですけど、オウンゴールしまくりなんでどうなのかなっていうね。いや、だからね、
構造上ちゃんとやったら伸びるはずの状況でありながら、自分から失敗を繰り広げてるっていうのも、それはそれでなんか百田さん面白いなっていうんで僕は好きなんですけど、はい。政治と健康について質問です。左の人に髪がふさふさな人が多くて、右の人に髪が薄いなものなんですか？俺は左の人がストレスが少ないからだと思います。お題調理なクリエイターにも左の人が多いと思います。右派と左派でいくと、左派の方が高学歴な割合が高い。で、高学歴な人の方がストレスが少ない割合が高い。で、ストレスが少ない人の方がハゲてる割合が低いっていうのが多分あると思うんだけど、これね、論文レベルではね、多分ないんじゃないかなと思うんですよね。お前らやめろよ、百田さんの悪口は。百田さんはハゲてるから保守党になったわけじゃないんだ。保守党だからハゲたんだ。っていうわけでもないか。だからなんだろうね。確かに左が山本太郎さんとか上房さんだけどさ。あれはもともとだろ。百田さんは保守党になったからハゲたわけじゃない。最初からハゲてた。保守党のせいじゃない。百田さんって高学歴だっけ？百田さんね、あの人ね、悪い人じゃないと思うんだけどね。いや、多分ね、会うとめちゃめちゃいい人だと思うんだよね、百田さん。でも多分ね、言ってることがフラフラするのも、多分本当にね、思いつきで情熱が強い人なんだと思う。やめろよ。髪の毛のない人に永遠のゼロとか言うの。ハゲてる人が欲しい。ああ、確かにそれはあるかもな。例えば男性はすべからく尊敬されるべきで、女性は文句を言わず男性に従うべきであるという考え方の人が保守にいるんですけど、やっぱそう考えるやつってモテないやつなんですよ。モテない人はさ、男性だからすごいって言われたいわけじゃないですか。で、そうすると、やっぱ今の時代って、ハゲてるやつとハゲてないやつだと、ハゲてるやつの方がモテないじゃん。だからそうするとやっぱ、モテないやつが保守的思想になる割合は高くなる気がするんだよね。例えばじゃあさ、弱者に対する考え方ってのがあって、女性はいろいろな不遇を受けているということを知ってるかどうかって、女性の知り合いがいないと分からなかったりするんですよ。女性ってじゃあ、こういう不具合があるよねとか、生理結構大変なんだよねとか、出産結構大変なんだよって、女性に話を聞かないと分かんないんですよ。でも、女友達がいないモテないやつはそれを一切知らないんですよ。なので、なんかよくわかんないけど、月に1回体調悪いとか言って生理休暇とかになってるよねとか、別になんか、欧米は平等なのに、なんでなんか日本だけ女性だけなんかこういろいろ優遇されてるのおかしくねみたいなのって、多分女性の知り合いが少ないからっていうのがあると思うんですよね。で、女性の知り合いが少ないのはなぜなのかっていうと、モテないからです。はい、次言います。日本に真っ当な保守党ってできる意味であるのでしょうか？日本保守党に期待してもいいと思いますか？いいえ。日本保守党の綺麗事を言ってる部分は、まあ確かにその考えはあるなと思うんですけど、実行部隊が嫌いな人をブロックするとか、15区の補選に出てもらった人をなぜかハブにして打ち上げにも参加させないとか、内輪もめがひどいんですよね。保守系が連携した方が日本に良いよね、右の政党を作った方がいいよねは論理としては分かるんですよ。でもそれだったら、じゃあ自民党の右派と組んだ方がいいよねになるはずなんですけど、なぜか自民党の右派の高市さんがもし保守党に来るんだったら雑巾掛けから始めさせるわみたいなことを言ってて、いやいや、なんか日本にとってこれが必要だから俺は頭を下げて何かやるかっていうのではなく、500円で俺を好きにできるよと思うなよみたいなことを言っちゃうみたいなのがあって、方針は確かに一理あるかもしれないけど、実行部隊のレベルがあれだよねっていうのが、今のところ僕の日本保守党に対する評価なんですけど、とはいえね、今回2席取るんじゃないかなと思いますけどね。実行部隊がどうこうとかって、ネットでいちいち細かく見てる人たちはそういうの知ってるだけで、一般の人たちってほとんど知らないと思うので、なので、伝統とか保守とかを維持しようとする人たちにとって、自民党の石破さんが、そのまま票を伸ばしちゃうと良くないよねと考えるので、じゃあどこに入れようとなると、多分受け皿としては保守党という受け皿っていうのは、割とそれなりのポジションを取るんじゃないかなと思ってます。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。